風に流されてる気がするけど大丈夫かな。エンジン止まりそう。あれエンジン止まった。えマジ。風は今すごく穏やかでね、とっても気持ちがいいです。めちゃくちゃちっちゃい空港ですね。のんびりしてていいな。ここがマンダレー地方ヘイホーの空港です。簡単なイミグレーションの受付みたいのあって、これでもう空港終わりです。近くには何もありませんので、ここからもうグラブでホテルまで向かいましょう。ここグラブ使えないの？もうそこら辺の野良のタクシーおじさんに相談するしかないかもしれません。空港出たらバスとかも何にもありませんね。タクシーあるのかな。マジか。もうこの空港前のタクシー乗るしかなくて、多分乗り合いで8万チャットかかるらしいです。3、40分かかるし、これ以外に手段ないから仕方ないですね。多分同じような人を集めていっぺんに街に行くんでしょうね。座席後ろに下げて広くしてくれた。ありがたい。乗り合いかと思ったけど、私しかいないのに出発してくれました。シートベルトしなくていいよって言われたけど、怖いんでしときます。これ何にもない村に来ちゃいましたね。ドライバーさんがホテルの場所分かってなかったみたいで、街の人に聞き込みしてますマップアプリ見せてるんですけど、いやいいからみたいな。でも分かんなそうだけど、頼むぞ。やばい、道に迷ってたらめちゃくちゃ嵐になった。たどり着けるかあれ、ホテルに着いたけど閉まってるな。やべ、インターネットもないし電話もできないし、ホテルも空いてないし、路頭に迷い中。うわ、タクシー運転手さんが電話してくれてる。ありがとう。最悪です。ホテルやってませんでした。なんかトリップ.comの予約は知りませんみたいので、全く取り合ってくんなくて、ドライバーさんがめちゃくちゃ優しくて一緒にホテル探してくれてます。ありがたい。外雨も降ってるし、さっきめちゃくちゃ激しいスコールもあったんで、歩いて探すの大変なんで。今ホテル何軒か当たってるんですけど、今日空いてるところがないですね。まずいな。そもそも空いてないホテル多すぎんだけど。やばい、もう夕方になってドライバーさんももう帰んなきゃいけないよって言っていなくなっちゃいましたね。まあでもここまでありがとうございます。もうちょっと歩いて探しましょうか。よし、とりあえず空いてるお部屋ありました。ちょっと先にお部屋の中見せてもらいます。全然あり、全然あり。一泊6万チャットでいいよって言ってくれたんで、もうここに決めましょう。よし、軽くお部屋紹介しましょう。角のお部屋なので窓多めで明るくていいですね。で、ベッドも結構広めのがついてます。椅子やたら多いですね。椅子はそんなにいらないけど、でもドレッサーがあって、あと収納がいくつか、冷蔵庫もあるわ。で、エアコンも今かなり効いてて涼しいです。水回りも全然問題ないですね。かなり広めのお手洗いと洗面と、ここにシャワーがついてます。これで1泊6万チャット、4、5千円かな。まあ、急遽取ったホテルにしては全然ありですね。今日私を助けてくれたのは81ホテルインレイ。いや、マジで助かりました。この辺り本当何もなくてさ、レストランあるかな。お腹空きましたね。いや、マジネットもないんでレストランも探せませんね。どうしよう。でもあそこなんか明かりついてんのレストランかもしれない。頼む。うわ、やっと見つけた。86レストランっていうのかな。うわ、人めっちゃいる。やった。よかった、レストランあったよ。近くに何もないから毎日ここになりそう。新付きのメニューでありがたいですね。ローステッドダックホール1羽丸々5万チャットか。ちょっと高いね、さすがに。タイ料理が多いのかな。なんかタイレストランなのかな。トムヤムクンとかあんだよね。ジョッキももらっちゃった。
今日も無事に終えられましてお疲れ様です。無事生還して飲むコーラは最高です。とってもスパイス香るフレンチフライ来ました。ケチャップかな。なんか胡椒だけじゃなくてスパイスが効いてますね。香りもいい感じ。これケチャップじゃなくてチリだ。結構辛っ。よし。こちらもスパイスの香りがかなりいい感じ。チキンのフライドヌードルです。かなり山盛りのフライドヌードルですね。結構野菜とか卵も入ってます。ちょっとチープな味わいだけどめっちゃ美味しいです。ちょっと細麺でもっちりしてるんだけど、胡椒とか他のスパイスがねかなり効いてて美味しいですね。ホテルから歩ける範囲にこんな当たりの店あってよかったです。ごちそうさまでした。いや、美味しかったですね。しかもかなり安い。この68レストランめっちゃおすすめです。あ、商店もあるな。これで水は確保できますね。ただ現金足りなくて2日分しかまだお支払いできてないので ATM でまたキャッシングしましょう。いや、ミャンマーマジで現金かかりすぎますね。ATM の手数料がやばいことになってる。うわー、期待してた ATM 壊れてましたね。もう一軒近くにありそうなんでそっちもチャレンジしてみますが、そこも壊れてたら結構やばいです。うわ、すげえ。この山奥にホンダのお店があります。うわ、 Google マップに載ってなかったけど野良の ATM 見つけました。ラッキー。結構綺麗だし使えそうですね。明日からしばらく滞在するしタクシー代かなりかかるんでまとめてもう60万チャット引き出しました。上限30万チャットで2回利用したんで手数料2万チャット。痛いね。ここに4日間滞在しますんで明日からのんびり観光しましょう。それではカウンダニャパン、またね。ここのニャウンシェの町は犬多めです。野良犬かな。この村ほんと何もないよ。なんか建物見つけても廃業したホテルとか廃業したレストランばっかりだ。明日からどうなるんだ。わー、空がめちゃくちゃ綺麗です。ミンガラーバミロクです。ニャンシュエの町に来ています。今日は何もしない日なのでご飯だけ食べに行きます。名前わからないけどなんかローカル食堂っぽいからここで食べてみましょうか。ミンガラーバあれ、私なんて言っちゃったのかな。なんか何も言ってないつもりだけどコーヒー出てきました。せっかくだからいただきましょうか。インレイスタイルヌードル、いわゆるシャンヌードルですね、ありましたんで頼みました。ヤンゴンでもシャンヌードル食べたんですけど実際にはシャンヌードルってシャン地方シャン族の料理ですので、今いるところこのマンダレー地方、この辺りが、本場です。これコーヒーじゃないな。ミルクティー。めっちゃのんびりしてていいレストランです。本場のシャンヌードルが来た。これがシャンヌードルです。麺はビーフンっぽい感じで多分今回は取り出しでトマト系のスープのパターンもあるみたいです。あと漬物とスープいただきます。混ぜそばみたいな感じでこう混ぜたらいいのかね。あんまりよく混ざらん。これで食べましょう。いただきます。スープは結構あっさりかと思ったらスパイス効いててピリッとしますね。美味しい。じゃあインレイスタイルヌードル。インレイはこのすぐ近くにあるインレイ湖周辺の、地域の名前ですね。この麺すっごいね、もっちもちです。そんなに太さはないのになんだろう、米粉の麺ですかね。めちゃくちゃもちもちしてる。なんか車の中に原付入ってきたって。多分これソースにピーナッツが入ってて結構甘いんですよ。なんで私はちょっと辛くしちゃおうかな。
この唐辛子の塊入れちゃいます。麺がすごいスティッキー、ベタベタしててさ、混ざりにくいんだよね。こんなんです。甘みと辛みがちょうどいい感じ。美味しいです。あと毎回出てくるこのお漬物も美味しいんですよ。ほんと日本のね、野沢菜漬けみたいな感じ。これミルクティー、底の方めちゃくちゃ甘いの溜まってた。混ぜて飲まなきゃいけないんだよね。Thank you. チェズティンバレー。Thank you. ありがとう。ありがとうよ。Thank you. Bye. すごい、店員さん日本語できるんだ。こんなミャンマーの山奥で日本語が聞けるとは思いませんでした。びっくりした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。いや、シャンヌードル美味しいですね。なんか昨日もちらっと見かけたんですけど、ここ夜屋台が出てるみたいなんで、後で行ってみましょう。もうホテルのね、すぐ目の前なんでね。ちょっとホテルで過ごすための何か買いましょうかね。インガラバ。Ah, juice? Oh. Very good. Is it Myanmar local? Yeah. Oh. Very good. Okay. What is name? Your, I don't know what it is. Nesi, Nesi. Need the flour. Flour. Flower. Yeah. Flower? Oh, okay. Cheese timbale? Yeah. Palumule? Aluminium? You come from? Japan. Oh. Japan. Japanese. Yeah. Thank you. Bye. 商店の方々めちゃくちゃフレンドリーでしたね。これなんかどうだいっていうのをなんかいろいろ説明してくださって、しかも英語で説明してくださって、非常に分かりやすかったですね。めちゃくちゃ笑顔が素敵なご夫婦でした。ちょっとホテル戻って開けましょう。正直ここは結構山奥で観光客も全然いませんので、どこから来たのみたいな笑顔で結構話しかけてくれますね。いや、皆さん笑顔が素敵です。ホテルの目の前にはこんなギラギラしたパゴダもあります。結構ここは街の中心部分なのかな。ニャンシュエの街はこんな感じで街中にパゴダがたくさんあります。わあ、意外というかネイルサロンもあるみたいです。いいね。これは何のお店だかはわからん。こんな感じで本当にのどかでのんびりできますね。明日はここから20キロくらい離れたインレイ湖というところに行きたいんですけど、昨日の感じ見るとタクシーめちゃくちゃ高いんで、できたらレンタルバイクで自分で行きたいなと思ってるんですよね。ただ Google マップの情報かなり古いみたいで、地図にあるお店全然ないんだよね。なんだこれ、バイク屋さんか？ここでレンタルやってんのかな。あ、ここ違うって。でもなんかこっち行ったらあるんじゃないみたいなことを教えてくれました。もうちょっと探してみよう。この奥の白い建物が私が泊まってるホテルです。昨日は雨も降ってたし、とりあえず空き部屋ないかって必死に探してたけど、結構いいホテル泊まっちゃってますね。周りはこんな感じです。結局今ホテルの方に相談したら電話してくれてます。昨日は全然見てなかったけど、ホテルのロビーもこんな感じで高級感にあふれてますね。残念ながらレンタルバイクはありませんでした。ただ明日の朝5時にバイクのタクシーの方が迎えに来てくださるそうなんで、そちらお願いしました。10万チャットってちょっと高いけど、朝5時から1時間以上走る必要がありますんで、まあいいでしょう。またおやつたち、ポテトチップスとお米のおせんべいかな。あとなんかこの白いのはローカルジュースって言われまして、名前聞いたんだけどちょっとわかりませんでした。いただきます。これヨーグルトドリンクですね。結構美味しいんですけど、なんか中に繊維みたいなのがたくさん入ってて、ちょっと飲みにくいですね。これチーズかな？さあ、晩ご飯に行きますよ。夜7時だけど、もうだいぶ暗くなっちゃいましたね。今の気温は24度。非常に過ごしやすいですね。このニャンシュエの町は標高1100メートルだったかな。少し高い位置にありますんで、まあ避暑地みたいな感じですね。あれ、もうここもレストランじゃなくて他のお店に変わってるな。あれ、ここもレストランだと思うけど、もうやってないかもしれない。わあ、
またご飯食べるところがなくなっちゃった。 Google マップの情報が古すぎて全然当てになりませんね。実際に歩いて営業してるお店を探すしかないかもしれない。まあ本当にどこも行くとこなくなったら昨日と同じ68レストランに行けばいいか。期待してた屋台のところ、今日は全然賑わってませんね。昨日は結構お店いっぱいやってた気がしたんだけどね。日曜日だからかな。なんか簡単に食べられるものあるかな。めちゃくちゃワンコも集まってる。おお、ここのお店やってるって。お、ヌードルあるね。フライドヌードル、フライドポテト。金額はいつもね書いてないんですよね。まあいっか、別に。シャンヌードルはあるみたいで、その他になんかローカルの料理ありませんかっていうのを聞いてみました。なんかね、シャン豆腐っていうお豆腐、日本の豆腐とはちょっと違うようなものがあるらしいんですよね。それ食べたかったんだけど伝わったかな。まあ屋台が多いけど、たまにこんな感じでテーブルが設置されてて、その場で食べてていいですね。Thank you。お昼食べたのと全然違うよ。麺は相変わらずねっとりしてるやつで、これなんだろうな、お肉かな。あとチンゲン菜みたいなやつと、おなじみのお漬物とスパイシー唐辛子がありますね。お昼のよりなんかスープが濃い感じしますね。温かいね。いただきます。よし、2回目のシャンヌードル。お店によっていろいろアレンジされてんのかな。お昼に食べたやつよりだいぶ味が濃いですね。まあでもピーナッツソースっぽい甘い感じのやつは一緒です。昼も使ったこの唐辛子、これ入れるとねすごくいい感じになります。このスープ優しい味だと思ったら、そこの方にめっちゃ胡椒入ってるわ。結構刺激的。ポタドン、OK。あやたしたれ。あやたしれ。Thank you。Thank you。あやたしれ。あやたしれ。あやたしれ。Very good。Yes。Thank you。Bye。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。あやたしれだって。ここは夜7時になるとどんどん閉店して皆さん帰ってしまうみたいですね。夜暗いからね。明日はもうちょっと早めに行きましょう。今日一日だいぶゆっくりしましたね。明日は朝5時発で近くのインレイ湖に朝日を見に行きます。それではカウンダニャバ。さっき気がついたんですけど、公式の為替レートの他にクレジットカードの特有のレートがあるみたいですね。それによると今まで思ってた半額くらいでチャットが手に入ります。今まで考えてたものの値段が全てだいたい半額くらいになっちゃうとだいぶ話変わってきますね。ミャンマー物価安いです。このお部屋のシャワー壁に固定されてるんですけど、排水口がすぐ近くじゃなくてこっちの反対側の洗面台のところにあるんですよね。なんでこんな構造になってんの。でも意外とここの床傾斜がついててトイレにはかからないみたいです。うまくできてますね。ミングラーバーミロックです。今4時50分です。これから朝日を見に行きます。なんだこれ、道に竹が倒れてる。昨日の雨かな。そう、一つ目のパゴダ着きました。すいません、ここちょっと行くつもりなかったんで事前に何も調べてないんですけど無数の仏塔が、うわすげえ。明日行こうと思ってた滑空パゴダっていうところと非常に似てますね。うわー、めちゃくちゃ神秘的ですね。
朝日に照らされてとっても美しいです。ここには今誰もいませんので、私が全部独り占めです。いや、朝から良いものが見えましたね。もう一つのパゴダ連れてってもらえるかどうか相談してみましょう。看板犬もいます。行こうとしているパゴダは水上にありますんで、ボートがないといけないよっていうのを言われてまして、写真撮りたいだけだから近くの湖まで行ってくれっていうのを今お願いしてます。激揺れるのトゥクトゥク、ちょっと疲れたんでお昼まで休憩しましょう。ちょっと休憩しましたのでお昼ご飯に行きますよ。お、ここレストランなんじゃないか。やってるかな。若干お客さんいる気がする。お、やってました。お昼ご飯食べられそう。バーベキューレストランだって英語のメニューありましたね。ありがたい。なんかお魚焼いたやつ食べたいんだよな。インレイスタイル豆腐カレーっていうのがありますね。このシャン豆腐っていうのが結構有名らしいんで、これ食べようかな。インレイ湖の焼き魚が食べたくて今お願いしたんですけど、30分かかるよって言われたけど、まあ暇だからちょっと待とうかなと思います。あとね、ミャンマーカレーっていうのを頼みました。まずはコーラから始めましょう。いや、そんなに熱くもないけど、いただきます。乾杯。うわ、早起きして飲むコーラ最高です。めちゃくちゃ冷えてんのがいいですね。思ってたのよりとんでもないもの来ました。じゃーん、これがインレイ湖のお魚です。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。さあ、いただきますよ。骨を外して、あ、崩れちゃった。よし、いきます。川魚なので油はそんなに多くないですけども、お魚の旨味っていうのかな、しっかり詰まってて美味しいです。あやたしでー。うん、これスパイスが効いてるのかな。なんかね、すごくいい香りがします。追加でミャンマーカレーも頼んじゃいました。お魚こんな大きくないと思ってたから、いきなり始まる大パーティー。明日も一日滞在するから分けて食べればいいんですけど、なんか新しいもの見つけるとどうしても食べたくなっちゃうんだよね。カレーはね、ビーフのカレーにしたんですけど、ポテトもつけてください。じゃがいもも入れてくださいってお願いしたんで、ポテトとじゃがいもと、あと人参なんかが入ってます。ミャンマーカレーは結構脂っこくてヘビーって聞いたんですけど、確かに油の味はしますけど、めっちゃ美味しい。いや、これめちゃくちゃ美味しいんですけど、多分皆さんが思ってるカレーではないです。なんていうのかな。すごく味の濃い肉じゃがみたいな感じかな。醤油味じゃない肉じゃが。カレー自体はね、すごいシャバシャバな感じで、ほんとスープみたいな感じ。で、かなり味濃くて、油も多めです。めっちゃ美味しい。Thank you. Thank you. あやたしれー。こちらのお店です。相変わらず名前はわかりません。ごちそうさまでした。いや、お魚もカレーもめちゃくちゃ美味しかったです。チェイズ・ティンバーレー。今日はインレイ湖でサンセットの撮影したいんで、ここにいるボートのおじさんたちにちょっと相談してみましょう。それにしても湖の色やばすぎないかカフェラテどころじゃないよ。アップルショップある。サンセットまで時間がありますので、またホテルでのんびりします。いやー、焦らない旅もいいですね。お、スノーベーカリーだって。パン屋さん？ちょっと寄ってみましょうか。パン屋さんって言ってもここでパン焼いてるわけじゃないのか。まあなんか買ってきましょうか。ケーキもちょっとあって、美味しそうなケーキも買いましたよ。これでお部屋でのんびりしましょう。これからボートに乗ってインレイ湖の夕日を撮りに行きます。さっき水辺にいたボートおじさんに交渉して5万チャットで行ってくれるそうです。この町本当インターネットつながんなくて、ホテルの Wi-Fi もたまにつながったりするんですけど、 VPN とかは全然ダメで、前に空港で買った30ギガの eSIM も全然つながりません。
強制デジタルデトックスです。保育で迎えに来てもらいました。よし、こちらのボートでインレイ湖に行きます。水がめちゃくちゃ茶色い。ここには水上の村とか漁師の方々がたくさんいるみたいです。Oh, is that our boat? Yeah. Wow, so long. Yeah. My family in tree boat. あ、釣りボート。いやいや。うわ、めっちゃでかいボート出てきた。すごいですね。私一人ですけど、めっちゃでかいボートで運んでくれるみたい。うわ、ここに飛び乗るの怖っ。よいしょ。うわ結構揺れる。これ。私とドライバーさん2人しか乗ってないのに、結構傾きます。落ちたくねえ。いいね、一人で貸し切りです。さあ、出発です。この川は30分くらい走ると湖に到着するみたいです。うわ、水めっちゃ跳ねてくる。結構激しいね。風は今すごく穏やかでね、とっても気持ちがいいです。やばい、さっきからエンジンが何度か止まりかけて、スピードもめちゃくちゃ遅くなってきました。夕日間に合うかな。パワーが足りなくて予定より倍くらい時間かかっちゃったけど、ついにインレイ湖の本体に突入しました。めっちゃ広いですね。いや、ここでエンジン止まったら終わる。ずーっと遠くの方に漁師さんかな、なんか服脱いで潜ってる方々いますね。風に流されてる気がするけど大丈夫かな。エンジン止まりそう。あれ、エンジン止まった？マジ？夕日にはまだちょっと早いですね。うわー、でも風が気持ちいい。のんびり波に揺られてめちゃくちゃいいですね。もう少しで夕日なんですけど、雲が結構出てきました。夕日見ようとするとなんか毎回曇りな気がするな。頼むー、ちょっとだけ見せてくれ。そろそろ日没の時間だけど曇りすぎじゃない？これさすがに無理だ。1時間ちょっと湖の上で粘りましたが、さすがにもう夕日見れなさそうなんで町に戻ります。やっぱ水入っちゃうんだ。水を手でかき出しながら進んでます。夕日が見れないのは残念でしたけど、のんびりしたいい時間でしたね。今更なんですけど、このニャンシュエの町に入るにはエントランスフィーがいるらしいんですよね。で、なんか今見回りのおじさんに声かけられて、チケット持ってないならお金払わなきゃダメよって言われて、今3万チャットお支払いしました。ただおじさん今チケット持ってないから後でホテルに持ってくねって言っていなくなっちゃったけど、これ本当に公式の人だったんでしょうか。昨日の反省を生かしてちょっと早めに晩ご飯行きましょう。この時間ならまだ屋台空いてるはず。やっぱり昨日より屋台多い気がする。あと人も結構入ってますね。何食べようかな。串焼き屋さんだ。いいですね。インカラーバー。めちゃくちゃ大きな犬もいます。この屋台村、ほんとのんびりしてていいよね。今回はスープ割りのシャンヌードルにしてみました。スープ割りにすると今まで食べたシャンヌードルとは一味違いますね。中に入ってる麺は同じ感じですけど、スープは何味だ？いただきます。今までだと全然違う。めっちゃ辛い。私はこっちの方が好きですね。若干カレー風味みたいな味ですね。で、かなりスパイスが効いてて、ちょっと辛め。いいですね。串焼き盛り合わせも来ました。これ多分ね、チキンで、これもチキンって言ってたかな？多分これもチキンなんでしょうね。あと卵となんかオクラ？これなんかよくわかんないけど、おすすめされたから頼んじゃった。今焼き直してくれましたからね、熱々です。いただきます。熱々ではないけど、美味しいです。ソースの味はちょっとわかんないけど、
ちょっと辛い。ちょっと辛いくらいで、あんまり何の味だかよくわかんないけど。この食感、もしかしてこれ、私がずっと探してたシャン豆腐ってやつかもしれない。なんかぐにゃっとしてて、なんか揚げ豆腐のやつもあるらしいんですよね。これじゃない。揚げ豆腐っぽいわ。どんどん人が入ってくる。めっちゃ人気店ですね。これ鶏肉って言われたんだけど、なんでしょうね。あ、鶏皮だ。鶏皮結構味付けが美味しいな。大きなチキン。そうです。なんかやっぱりわかんないんだけど、美味しい味付けがされてます。いいね。ごちそうさまでした。やっぱり屋台は安いですね。串焼きも結構量あって大満足です。ここのお店でちょっとなんか買ってこようかな。うわー、これ日本にもある駄菓子屋さんみたいな感じですね。今日は早朝から朝日を見に行ったり、夕日を見に行ったり、たくさん遊びましたね。明日は特に予定ありませんので、さっき見つけたカフェに行ってゆっくりしようと思います。それでは、カウンダニャバン。ミンガラーバン、ミロクです。今日はやることありませんので、ご飯食べてカフェに行きます。もうこの辺にあるレストランほとんど行っちゃった気がするな。もうちょっと歩いて範囲広げてみるか。ダメだ、レストランありませんので、昨日のとこ行っちゃおうかな。カレー美味しかったんですよね。今日はライムジュースです。涼しげだね。結構いい感じ。生のライムかな。チキンクリアスープっていうのを頼みました。なんかいっぱい鶏肉入ってて美味しそう。クリアだけど胡椒が効いてて結構味は濃いめです。美味しい。鶏肉の他にブロッコリーとか人参とかいろいろ入ってます。メインはこちら、中華料理ですがコンバウンです。コンバウンはビルマのコンバウン町から名前取られてるらしいです。いただきます。うわ、油やば、美味しそう。めちゃくちゃ油強くて味も濃くて中華料理って感じ。ごちそうさまでした。やはりこのお店美味しいです。わあ、なんか雨降ってきた。カフェに行きましょう。こう川沿いに立ってるおしゃれなカフェ、花カフェを見つけました。なんかお客さんっぽい人がオーダー取ってくれました。お客さんも参加型のカフェです。チーズケーキ可愛くデコレーションしてくれました。あとアイスアメリカーノでしばらく休憩。カフェで休憩してたらなんか爆雨になってる。まあもうちょっとのんびりしますか。やばすぎー。で30分くらいでやみましたね。なんかスコールみたいな感じ。ほらこんな感じでもうめちゃくちゃ晴れてます。今のうちにホテル帰りましょう。もうこの何もない風景にも慣れましたね。もう今日4日目最後の夜です。初日に行った68レストラン。すごい、上の階も広くていいですね。窓が全開で涼しい。初日に来たお店で同じフライドヌードルとフレンチフライを頼んじゃいました。いただきます。イングラバーミロクです。今日は空港に行って次の最後の街へ向かいます。イングラバー。平方のエアポートに戻ってきました。入り口でパスポートの提示求められて、なんかリストに今日の便名と搭乗客の名前が紙で印刷されてましたね。まあカフェはないだろうけど、座るところがあればいいか。もうここ入った瞬間もうイミグレーション。あとは簡単な荷物チェックがあります。チェックインカウンターはこんな感じで机があるだけですね。まあ国内線の空港ですからね。めちゃくちゃ簡易的な荷物検査を終えて、ここが待合場ですかね。でもお手洗いもあって、
こっちに売店もありますね。ここでしばらく休憩しながら飛行機を待ちます。これが搭乗ゲートですからね。いやー、田舎の空港はいいね。この4日間、マンダレー地方ニャンシュエの街、のんびりしましたね。頑張ればもうちょっと観光地いろいろあったんですけど、まあこういったところはのんびりするのが正解かなと思って、何もせずに4日間過ごしてました。次の年はミャンマーが世界に誇る古都バガンです。街には3000以上の仏塔、遺跡なんかが残ってるみたいです。都市部のヤンゴン、山奥の湖の町、マンダレー地方のニャンシュエとは、遺跡の町バガン、3つの異なる町を訪問して、ミャンマーのさまざまな魅力を発見していきましょう。よし、出発です。頼むよ、ミャンマーへよ。相変わらず天井が低くて頭がぶつかりそう。席はね、結構広いんですよね。このバガンの街には無数の寺院遺跡があります。こんな感じで街中に寺院遺跡が点在しているみたいです。バガンで最も美しい寺院の一つと呼ばれているみたいです。ミャンマーのホテル、すごいね。これがミャンマーカレーだって、いろいろつきすぎじゃない？ミャンマーの豆腐はね、結構特殊で、日本の豆腐とは全然違うんですよね。こんな感じ。